質問。どなたか慈愛で現実が変化した方、アドバイスいただければ幸いです。去年の終わり頃から、自分を愛し、自分を信じ、どんな時でも私だけは自分の味方でいてあげる。このまま一生現実が変わらなくてももう構わない、と決めてひたすら慈愛に取り組んできました。その結果が現実も徐々にそれなりのものになってきましたが、中途半端に現実が動くと、だからこその不安というか、心配というか、そんなものが出てくるようになりました。このまま自分一人で自分を満たして満足を得て完結しまったら、何も手に入らないまま一生一人なんじゃないのかとか、毎日これっぽっちの小さなことで満足して幸せを感じていてバカなんじゃないのか、本当に何も求めなくていいのか、とか、心がざわめいて不安になります。慈愛に成功、というと語弊があるのは重々承知ですが、されて現実が望む方へ変化された方は、このような心の声もガン無視し、外側の映像からの幸せに頼らず、自分一人で幸せを完結させていらっしゃったのでしょうか。どんどん外に求めなくなる自分に、すごく不安を感じてしまいます。答え、どんどん外に求めなくなるのは慈愛が進んでる証拠だから、安心して、ていいよ、多分、あなた自身の書くみたいのが、あなたの表層の意志に対しての警戒を解いて、本格的に自分を理解して受け止める準備ができた合図なんだと思う。耳たこかもだけど、慈愛は現実を変えるメソッドじゃないから慈愛で変化を期待するのは止めよう。もうお分かりかと思うけども慈愛で変わるのはあくまで自分の心構えだけ。現実がどうであれ、自分は自分のことを愛し抜く。ゆっくり湯船に浸かる。美味しいものを食べる。着てて気分の良い服を着るなど、身体にアプローチするのも自分と向き合う手段の一つ。現実と理想のギャップに目を向けるより、現在の自分が何を感じているのかひたすら気を配って、不快を解消することに今まで以上に取り組んでみるといいかも。そのうちに、愛する自分のために何か行動を起こしたくなってくるかもしれない。世界一大好きな自分に惨めな思いをさせたくない、と思えば、婚活なり紹介募集なりがしたくなるだろうし、こんなに愛惜しい自分にもっとリッチな生活をさせてあげたい。と思えば、収入の増加に結びつく行動を起こしたくなる。もちろん向こうから勝手に望んだものがやってくるシナリオも多々ある。ただし受動的にそれだけを期待するのははっきり言って、時間の無駄、極論だけど、慈愛は努力や行動を起こすきっかけを逃さないためのものだと解釈してる。不安定なのは変化してる途中だから。そんな自分もどんどん可愛がってあげてください。答え。そもそもちゃんと慈愛できてたら不安になり続けることはありえない。不安でも良いし心配でも良いと本心から思ってたら、不安になっても心配しても、それは一過性の感情だと分かりきってるので、その状態で居続けることが難しい。というかできない。イサさんのスレを読んだことあるかどうか知らないけど、慈愛だけでは現実は何も変わらないよ。イサさんの言葉を借りると、不安の上から大丈夫と言い続けてるだけなので、大元が、願いとは努力をしないと、叶わないものであるという、自分のままなので慈愛をしても大きく現実は変わるわけないんだよ。あなたは慈愛をした。だから、慈愛をした分だけ願いが叶うのを許可してるだけなの。だからそもそもの認識を変える必要があるんだよ。もっともっと慈愛してみそ。それでどんな自分でも OK だと本心から思えたら願いが叶う自分も OK になるだろ。そうやって大元の認識を何でもうまくいく自分にしないと叶ったり叶わなかったりするんだよ。竹とんぼを極めてみなよ。話はそっからだよ。質問者。この返信でハッとしました。慈愛は現実を変えるためのものじゃないって何度も意識してるのに、現実を見ると欲が出て、もっと現実を動かしたいという衝動に引っ張られていたようです。慈愛が進んでいると言っていただけて、ほっとしました。不安な自分も認めつつ、このまま自分のことをもっと好きになってみようと思います。質問。やはり大元の認識を、どんな願いだろうと理由なく叶うにするのがポイントなんでね。なんとなく、そうなんだろうとは思えるようになってきたのですが、これまで積み重ねてきた常識に縛られてなかなか心の底からは信じられないのです。皆さん、どうやって変更できたのかな。竹とんぼを極める、イコール、今に楽しみを見つけその場で満たされる、ということですよね。答え。本心はもっと大きなものを手に入れたい。素敵な恋人が欲しい。一人は嫌でしょ。なぜそう言えないのかというと、そう言うと叶わないような気がするからでしょ。その部分を認めてない自分がいるんだよ。そして慈愛と願いを叶えることを取引してるんだよ。だからさ、もっとありのまま素直になって良いんだよ。
もっと本心のままで良いし本心で願ったものを叶えても良いんだよ。慈愛を進めたらありのまま、どんな自分でも良いと思えるようになる。質問。横からすいません。語弊あるかもしれないけど、自分の欲を認めてもいいみたいなことですか？これが欲しいということは悪いことではないみたいな。答え。悪い自分はいない。何を考えても良いし何を感じても良い。何かをしたらダメというのは条件付きなので、本当の愛じゃない。だってそこに取引があるでしょ。それは無償の愛じゃないんだよ。このまとめの抜粋元リンクは概要欄に貼ってあります。ぜひ、見てください。潜在意識チャンネルプレミアムでは、本当の引き寄せの法則を教えています。有料級の話をしています。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひポチってみてください。それでは次回の動画で会いましょう。